皆さんこんにちは。コケラクフィルムへようこそ。今日はダイソーのスレートプレート、これを使って石のあるコケテラリウムをレイアウトしていきます。では早速作っていきましょう。はい。ということで、今回は皆さんの大好きな石の階段のあるコケテラリウムを作っていきます。通常ですとよく使われるのが基板石という石です。この石は買うとだいたい 1kg あたり700円から800円くらいするので、お金がかかっていきます。ということで、私はあえて基板石を使わずに、このスレートプレートを使うことにしました。まずはこのプレートをハンマーで叩き割るところからスタートしていきます。では、外に移動していきます。石をそのまま割ると破片が飛び散って危ないので、いらない布などにくるんでその上から割るようにしてください。石などの硬いものを下に引くと割りやすいです。怪我をするといけないので、滑り止め付きの軍手をして作業するのがおすすめです。まだ1枚の大きさが大きいので、もう少し割っていきます。これで完成です。石にくるんで割ると粉が飛び散らないので、掃除も不要です。スレートプレートを外で割ってきました。こういうふうにゴムが裏にはついてますので、このゴムの部分を剥がしていきます。剥がれました。石を配置する順番を決めていきます。手前側を大きくして奥を小さくするっていうのが鉄則ですので、それに準じて石を並び替えていきましょう。こんな感じですかね。はい、今回使う容器はこちらになります。ダイソーのデコジャーですね。いつもよく使ってるガラスの容器になります。で、ここに階段をしつらえていきたいと思います。なるべくこの段階で中の部分をきれいに拭き取っておきます。こっち側が一番きれいな面なので、こちら側を正面にしていきたいと思います。ここですね。ではベースソイルを入れていきます。今回は石段のレイアウトなので、斜面をつけて奥を高くしました。傾斜が足らないので、もうちょっと土を入れていきます。少し土を押し固めるようにしておくと崩れにくくはなると思いますので、そのようにいたします。土全体を湿らしていって崩れないようにしていきます。石を並べていく前に、スレートプレートは厚みがそんなにないので、少し厚みを持たせてあげた方が勾配の角度が急になって見栄えが良くなると思うんですね。なので、同じような大きさと同じような割れ方をしている石を2枚ずつ選んで、それを接着して下準備をしていきたいと思います。で、接着に使うのはいつも使っているコニシのウルトラ多用途 SU クリアのタイプを使っていきます。こうですね。石がもともと平らなので接着面もピタッとくっつくような形になりまして、非常にくっつきやすいです。クリアなボンドなんですけど、光沢が出ちゃうので、ボンドははみ出ない方が綺麗だと思います。最後。はい、できました。はい、では階段を置くところに毛と土を入れます。では1段目の階段を入れていきます。
ちゃんと水平になったんじゃないでしょうか。はい、では2段目。上の段に行くにつれて、ちょっとこうカーブを描いていきたいので、次の段はこの辺りですねに持っていきたいと思います。はい、では最後一番上を入れていきます。 OK です。前面のあたりですね、この辺りにやはり砂を使っていきます。階段の石が濃いので、化粧砂はそれと対になる明るい色を使った方が階段がはっきりすると思います。そういう色合いも考えながら化粧砂を選んでいくといいと思います。で、この両サイドのあたりに少し富士砂を入れたいと思います。これは苔をガラス面ギリギリまで植えてしまうとメンテナンスがしにくいので、少しスペースを空けようと思うんですね。そうするとそこの部分のベースソイルが見えてきてしまうので、見えてきてしまってもいいようにそこは化粧砂を入れておいた方が格好がいいかなという意味で富士砂を入れてます。はい、水を入れてなじませていきます。はい、ではこの階段の周りに苔を植えていきます。はい、今日使う苔はこちらになります。一つずつ紹介していきます。まずヒノキ苔、小葉の提灯苔、高野の万年草、忍苔、波形立ち苔、小坪苔、この6種類の苔を使って今回は作っていきます。正面の位置はもうここで決まっているのでテープは剥がしていきます。じゃあまず忍苔からいきましょうか。これぐらいまとめて植えていってもいいかなと思いますね。この辺りに植えます。じゃあ今度は反対側にこれぐらい重ねて植えていきましょうか。小葉の提灯苔いきましょうか。もう一本植えます。忍苔を少し足します。これぐらいの束にして。もう一箇所小葉の提灯苔植えましょうか。階段周りにこう植物が寄ってきているような感じで賑やかになっていい感じになりましたね。小坪苔を植えていきましょうか。古い茎に対して新しい芽がぴょんぴょんと伸びているっていう成長の仕方をします。これぐらいにこうまとめる感じで植えていきます。波形立ち苔を植えていきます。もうひとまとめにして花束みたいにして植えていきます。いい感じになりました。ヒノキ苔をこの下の方にうっそうと生やしていきたいので、これを少しずつ束にして植えていきます。
もう新芽の部分だけを選んできました。青々としてて元気が良くて可愛いヒノキゴケになってます。この反対側もヒノキゴケを入れていきます。なるべく頭の高さを揃えてあげると綺麗に植え込めると思います。では最後、大きいのと中ぐらいの2本の高野の万年草で、中ぐらいの方は株立ちみたいになってます。アクセントとして植えていきたいと思います。この大きい小屋の万年草を植えていきます。しっかり持って、はい、すべての苔を植え終わりました。はい、これで石を使った階段のある苔テラリウムは完成となります。このプレート1枚だけでかっこいいレイアウトができるっていうのを発見したので、ぜひ皆さんもやってほしいなと思います。このスレートも今日ご紹介したのは1枚しか使ってないですけれども、これ3枚入ってます。で、この容器はダイソーで300円ですね。苔は別に用意しないといけないんですけれども、この2つだけでこれぐらいのテラリウムができるので、お手軽にかっこいいレイアウトを作るにはこれおすすめかなと思ってます。ぜひ皆さんも身近にある材料を使ってテラリウムを作ってみてください。はい、今回の苔テラリウム制作動画は以上となります。最後まで見ていただきありがとうございました。またいろいろ新しいアイデアを考えて誰でもできる苔テラリウムの作り方をお伝えできるように日夜頑張っていきます。気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価ボタンをよろしくお願いいたします。またコメントもいただけると嬉しいです。では最後にテラリウムの完成動画をお届けいたします。次回またお会いしましょう。ありがとうございました。